皆さんおはようございます。ゆめです。今回は有名 RPG ドラゴンクエストを題材にした人気漫画大の大冒険の序盤ストーリーや主要キャラクターたちを分かりやすく解説したいと思います。勇者が魔王を倒して世界を救うという王道の冒険ものの作品ですが、魅力的なキャラクターも多く分かりやすいながらも深いストーリーで誰でも楽しめる素晴らしい作品です。リメイク版のアニメも放送開始されて盛り上がってきているので、この動画をきっかけに大の大冒険に興味を持ってもらえたら嬉しいです。できるだけネタバレをしないように動画を作っていますが、物語序盤のネタバレは含みますのでご注意ください。それでは本編をどうぞ。かつて地上は魔王ハドラー率いる魔王軍に侵攻されていました。魔王軍のモンスターたちの強大な力に人間はなすすべもなく絶望しかけていましたが、そこに勇気と力を持った勇者が現れ、勇者たち一行は見事に魔王ハドラーを討伐。世界に平和が訪れました。それから十数年後、小さな島から物語は始まります。島の名前はネルムリン島。この島には魔王が敗れたことで邪悪な支配から解放され、優しい心を持ったモンスターたちが暮らしていました。そんなモンスターだらけの島でモンスターたちと平和に暮らす一人の少年がいました。少年の名前はダイ。赤ん坊の頃、小さな船でこの島に流れ着き、モンスターである鬼面同士のブラスに育てられ、いつかはこの世界に平和をもたらした勇者様のようになりたいと夢見ていました。たまに島に訪れる自分以外の人間たちとの出会いや、島での小さな冒険を乗り越え、少しずつ成長していくダイ。そんなある日、平和に暮らしていた島のモンスターたちが突然凶暴化してしまいます。かろうじて理性を保っていた戸建ての親ブラスは、皆が突然暴れ出したのは魔王の邪悪なる支配、つまり魔王が復活したのではないかと察します。このままでは自分も理性を失いダイを傷つけてしまうと思ったブラスは、急いでダイを島から出そうとしますが、そんな時、勇者の家庭教師を名乗るアバンとその弟子の魔法使いポップが現れ、島全体を邪悪なる意志を取り除くハジャ呪文マホカトールで覆い、モンスターたちの正気を取り戻してくれました。そしてアバンは魔王ハドラーが復活してしまったこと、再び世界に平和を取り戻すためにアバンの使徒として勇者を育てていることをダイに伝え、ダイを勇者にするために修行をつけに来たと語り、ダイはポップと共にアバンに弟子入りすることとなります。本格的に修行を開始してから数日、アバンの指導を受けてみるみると成長していくダイ。そんな中、アバンのマホカトールの結界を強引に破り、復活した魔王ハドラーが島に現れます。魔王自らアバンたちの抹殺に現れた理由は、過去に自分を倒した勇者アバンを確実に葬るためです。ここで初めてダイとポップは十数年前に魔王を倒し、世界に平和をもたらした勇者がアバンであったことを知ります。地上を支配するために最も障害となるであろうアバンとアバンの弟子を真っ先に消しに来たハドラー。アバンも弟子たちを守るために必死に戦いますが、すでにダイの修行のために力を使ってしまっていたことに加え、復活したハドラーの力は以前よりも増していて歯が立ちません。さらに追い打ちをかけるようにハドラーは自らを蘇らせてくれた大魔王バーンの存在と魔王軍六団長を幹部に組織された神聖魔王軍の存在をアバンたちに話し絶望させます。
このままでは全滅してしまうとアバンは悟り、最後に教え子たちへの卒業の証として送るはずだったアバンの印をダイとポップに渡して、2人に未来を託し、自らの命を引き換えに放つ自己犠牲呪文メガンテを使い、その命を散らしました。アバンが自らの命と引き換えにダイとポップを守るため放ったメガンテでしたが、それでもハドラーを倒すことはできませんでした。ハドラーは残った力でダイとポップの息の根を止めようと襲いかかってきますが、目の前でアバンを失った悲しみと怒りでダイの額に竜の形をした紋章が輝き出し覚醒。紋章が発動したダイの凄まじいパワーでハドラーを圧倒し、見事に退けることに成功します。その後、アバンのお墓を建て、アバン先生の意志を継ぎ、魔王軍を倒し、世界に平和を取り戻すため、ダイとポップはデルムリン島を旅立つのでした。最後に物語序盤に登場する主要人物を簡単にご紹介します。できるだけネタバレをしないように序盤の設定に絞って解説させていただきます。ダイ。この物語の主人公で正義感も強く純粋な心と勇気を持った少年です。赤子の頃にデルムリン島に流れ着き、モンスターたちと共に幼少期を過ごしますが、勇者アバンとの出会いと別れをきっかけにアバンの使徒として魔王軍と戦うために旅立ちます。主にアバンとの修行で得たアバン流刀殺法の剣技で戦い、魔法全般は苦手です。しかし怒りや悲しみの感情が爆発すると額に竜の紋章が発動覚醒し、人間離れした力や強力な呪文を使うことができます。ポップ。アバンの使徒の一人で、ダイより1年以上前からアバンに弟子入りしていたダイの兄弟子的存在です。アバンの消失後、ダイと共に旅立ちますが、叶わない敵と遭遇すると仲間を見捨てて逃げたり、言い訳をして戦わないなど臆病な面も目立ちます。しかし根はとても優しい青年で、ダイとの絆や新しい仲間との出会いを通じて心身ともに成長していきます。戦闘スタイルは魔法を得意とし、メラゾーマなどの強力な呪文を駆使して戦います。マーム。ダイやポップと同じアバンの教え子で、アバンに認められアバンの印を持っています。容姿端麗ですが、男勝りな性格で感情に任せて行動してしまったり、短気な面も目立ちます。しかし実際は不器用なだけで、仲間思いで献身的な人一倍優しい女の子です。父と母がアバンと共に魔王討伐に挑んでいた戦士と僧侶ということもあり、打撃による戦闘を得意としながら回復魔法も使えるオールラウンダーでもあります。レオナ。パプニカ王国の王女様で、ダイがアバンと出会うよりも前に自身の賢者の儀式を行うためにデルブリン島に訪れ、ダイと知り合います。その際に王国を乗っ取ろうと企む裏切り者の配下たちに命を狙われ、ダイの活躍によって助けられたことから親しくなり、ダイに好意を寄せています。ダイを勇者に育てるためにアバンをデルブリン島に送ったのもレオナ姫が依頼したからです。アバン。かつて魔王ハドラーを倒し世界に平和をもたらした勇者。魔王討伐後は勇者育成業と称して世界各地を回り、次世代の勇者を育成していました。そんな時、パプニカ王国のレオナ姫から依頼を受け、デルムリン島のダイに修行をつけることになります。
突然のハドラーの強襲により1週間の予定であった修行も3日で中断され、弟子たちを守るため自己犠牲呪文を使い、その命を散らしました。温厚な性格で自らが世界を救った勇者であることも隠し、その人当たりの良さからみんなから尊敬されている人徳者です。戦闘においても武術と魔法を極めていて頭脳明晰、さらには自ら編み出したアバン流刀殺法も極めているチート並みの天才です。ハドラー戦で消失後も大たちアバンの使徒にとって大きな存在であり続け、冒険を支えることになります。ハドラー、かつては魔王として君臨し地上の支配を目論みますが、勇者アバンによって阻止され、その野望はついえます。その後大魔王バーンの超魔力によってよみがえり、神聖魔王軍の魔軍司令として再び地上支配に乗り出します。大魔王バーン、魔界の神の異名を持つ大魔王。アバンに敗れたハドラーを復活させ、神聖魔王軍を結成し地上の破壊を目論みます。普段は常にベールで姿を隠していて、その実力や恐ろしさは未知数です。バーンが結成した神聖魔王軍は6つの軍団に分かれており、それぞれに恐ろしい実力を持った軍団長が統括しています。各軍団長についてはこれから大の大冒険を見始めるという方のネタバレ防止のため、名前と軍団名のみご紹介します。クロコダイン、動植物型モンスターの軍団110魔団の軍団長です。ヒュンケル、アンデッド型モンスターの軍団不思議団の軍団長です。フレイザード、炎氷系モンスターの軍団氷炎魔団の軍団長です。サボエラ、魔法主体のモンスター軍団妖魔師団の軍団長です。ミストバーン、姿なき暗黒闘気生命体の軍団魔影軍団の軍団長です。バラン、ドラゴン系モンスターの最強軍団潮流軍団の軍団長です。ブラス、もともとは魔王ハドラーの配下でしたが、魔王がアバンに敗れてからはデルムリン島で他のモンスターたちと平和に暮らしていました。ある日、赤子を乗せた小舟が島に流れ着き、赤子にダイと名付けて育てることに。モンスターでありながらダイにとっては親同然のかけがえのない存在です。ゴメちゃん、全身が金色で翼が生えた世界に1体しかいないスライム。正式名称はゴールデンメタルスライム。ダイが幼い頃からずっと一緒に過ごした親友のような存在で、人間の言葉も理解することができます。魔王が復活しても凶暴化しなかったり、謎の力を発揮して冒険を手助けしますが、その正体は物語終盤で明らかに。今回は大の大冒険を知らないという方向けに物語序盤のストーリーとキャラを簡単にご紹介しました。原作はすでに完結していますが、新しいアニメも始まり、これからも盛り上がっていくと思いますので、この動画を見て大の大冒険に興味を持ってもらえたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。